この施設は3ヶ月以内に黒字化しなければ完全閉鎖とします。副院長の冷たい言葉が小さな会議室に響き渡った。それを聞いた小児医療施設の責任者である女性医師の顔から血の気が引いた。そんな、3ヶ月で黒字化なんて、子供たちはどうすればいいんですか？この地域には他に小児専門の施設はありません。一般病院の小児科で対応できるでしょう。震える声で反論する彼女の言葉にも、副院長は聞く耳を持たない。大学中退の高卒の俺が、理不尽な責任を押し付けられて、赤字小児病棟へ左遷されたのは、たった2週間前のこと。システム障害の責任を取らされ、病院の隅に追いやられた挙句、今度は3ヶ月で黒字化という無理難題を突きつけられた。彼女の落胆した背中を見ていると、胸の奥で何かが熱くなった。医師になる夢を諦めたけれど、独学で身につけた IT 知識と医療への情熱は誰にも負けない。3ヶ月で黒字化すれば、施設は存続するんですね。理論上はそうだ。だが、それは奇跡が起きない限り無理だろう。副院長は鼻で笑ったが、俺の頭の中では、すでにシステム設計図が広がっていた。在庫管理の最適化、予約システムの効率化、そして診療価値の最大化。IT の力で全てを変えられる。まさか、この挑戦が俺の人生を変え、そして病院の闇に隠された真実を明らかにすることになるとは、この時はまだ知らなかった。俺の名前は角健介。医者を目指し、大学で日々研鑽を積んでいる。高校時代に入院した経験から、医療の道へと心惹かれ、猛勉強の末に難関医学部に合格した。入学してからは一日も無駄にせず、他の学生よりも早く朝に来て、遅くまで残って勉強する毎日だ。医学部3年生の今、基礎医学から臨床へと学びが深まり始め、毎日が新しい発見の連続だ。将来は最先端の医療技術を駆使して多くの患者を救える医師になりたい。さらに俺は医学の勉強の合間を縫って独学でプログラミングも学んでいた。プログラミングを勉強し始めたのは大学2年の時のこと。病院実習で目にした旧式のカルテシステムに衝撃を受けたのがきっかけだった。これじゃ現場の医師が苦労するのも無理はない。そう思った俺は医療と IT の両方を理解する医師になろうと決意した。誰かがその橋渡しをしなければ医療の未来は開けない。医学書を広げたまま俺は窓の外に見える満月を眺めていた。パソコンの画面には半分書きかけのプログラムのコードが点滅している。健介、まだ起きてるのか？父が心配そうに部屋を覗き込んだ。ああ、明日実習があるんだ。無理するなよ。お茶入れておいたぞ。父はそっとマグカップを置いて出て行った。父の優しさに俺はじんわりと胸が温かくなる。よし、もう一回。俺は再びパソコン画面に向き直った。さっきから悩んでいたコードのエラーを直す。医学部の勉強とプログラミングの独学との両立は想像以上に厳しかったが、それでも俺にとっては充実した日々だった。夢に向かって一歩一歩近づいている実感があった。それがすべて崩れ去ったのは、あの電話がかかってきた日だった。健介、お父さんが倒れたの。母の取り乱した声が電話から流れてきた。講義中だったが、俺は即座に教室を飛び出した。どうしたの？どこにいるの？桜総合病院よ。急性大動脈解離って言われて。母の泣き声に俺の胸が締め付けられた。急性大動脈解離。その言葉の重みを医学生の俺は痛いほど理解していた。病院に着くと、父はすでに手術室に入っていた。執刀医は父の古い友人であり、桜総合病院院長の名行誠一先生だ。正直助かったと思った。誠一先生が名医であることは父から幾度となく話を聞いていたからだ。手術は8時間に及んだ。1名は取り留めましたが、状態は安定していません。誠一先生の疲れた顔に緊張の色が濃く残っていた。その言葉通り、父の容体は一進一退を繰り返し、入院は長期化した。俺は大学の授業をできるだけ休まないように努めながら、
病院と大学を往復する日々が続いた。ある日、病院の会計窓口で、俺は現実に直面することになった。保険適用後でも、高額な医療費の請求書が俺の手に渡されたのだ。帰り道、俺は計算していた。父の入院費、今後の治療費、生活費、そして自分の学費。父が働けない今、家計は完全に破綻していた。翌日、俺は医学部の事務室に赴いた。退学届を出すと、職員が驚いた表情を浮かべた。退学届。すみくん、君は成績優秀だったよね。何かあったの？家庭の事情です。シンプルに答えたが、胸の内は複雑だった。けれどもはや夢を追いかけている余裕はなかった。事務室を出ると、桜の花びらが風に舞っていた。キャンパスの桜並木は満開で、他の学生たちは笑顔で写真を撮り合っている。俺は一人、重い足取りで歩き始めた。退学から2週間、俺は派遣社員として物流センターで働いていた。朝早くから夜遅くまで、重い荷物を運び続ける単純作業。医学書を読み漁り、解剖図を暗記していた日々が遠い過去のように感じられた。そんな日々が続いていたある朝、父の見舞いに行っていた母からの電話で目が覚めた。健介、お父さんが。その声の震えだけで俺には全てが伝わった。急いで病院に駆けつけたが、もう遅かった。父は永遠の眠りについていた。父の顔は穏やかだった。俺は父の冷たくなった手を握りしめたまま何も言えなかった。これまで頑張って抑えてきた感情が一気に溢れ出しそうになった。まだ泣くわけにはいかなかった。母を支えなければ。葬儀は静かに執り行われた。春の雨が参列者の黒い傘の上を優しく叩いていた。俺は雨音に紛れてようやく涙を流すことができた。健介くん。慰問客が去った後、聖一院長が俺に声をかけてきた。申し訳ない。心臓を助けられなくて。心臓とは大学時代からの親友だった。彼を救えなかったことが今でも悔やまれてならない。院長の声には深い後悔の色が滲んでいた。俺は何と答えたらいいのかわからなかった。院長は周りを見回して少し声を落とした。実は君に話があるんだ。君は大学を辞めたそうだね。その言葉に俺はハッとした。どうして知っているのだろう。はい。家計の関係でやむを得ず。俺の言葉を遮るように院長は手を挙げた。君の医学的知識は学部生としては驚くほど深い。それに IT スキルも持っていると聞いている。どうしてそのことを？心臓が話してくれたんだ。よく、うちの息子は将来絶対に素晴らしい医師になると自慢していたよ。その言葉に、俺の胸がキリキリと痛んだ。もう叶わない夢のことを、父はそんな風に語っていたのか。健介くん、桜総合病院で働かないか？突然の申し出に、俺は言葉を失った。医師免許はないが、君の医学知識と IT スキルは病院にとって貴重な戦力になる。事務スタッフとして採用したい。君の父は私の大切な親友だった。力になりたいんだ。院長の真剣な眼差しに俺は戸惑った。でも本当に俺でいいんですか？もちろん。院長の言葉に胸の奥が熱くなった。深く息を吸い込んで俺は決意した。医者にはなれなくても違う形で医療に貢献できるかもしれない。ありがとうございます。喜んでお受けします。俺の答えに院長は安堵の表情を浮かべ、ゆっくりとうなずいた。よかった。君の才能を無駄にしてほしくなかった。その言葉に父の声が重なって聞こえた気がした。桜総合病院に勤め始めて1週間が経った。白を基調とした病院の内装は清潔感にあふれ、廊下の窓からは中庭の桜が見える。俺は事務フロアの隅に設けられた小さなデスクで病院の旧式なシステムと格闘していた。すみくん、ちょっといいかな。先輩が声をかけてきた。彼女は10年以上この病院で働いている生粋の事務のプロだ。はい、なんでしょう。この患者データの移行、どれくらいで終わりそう？あと2日もあれば全部終わると思います。先輩は目を丸くした。2日？前任者は1週間かかると言ってたのに。
プログラムを少し組んで自動化しました。細かいところは手作業ですが。俺が説明すると、先輩は感心したようにうなずいた。やっぱり院長先生の目に狂いはなかったわね。その時、奥のガラス張りの個室から鋭い視線を感じた。副院長の名行君春先生だ。すみくん、こっちに来なさい。冷たい声が事務室に響いた。俺は先輩に小さく会釈して副院長室へ向かった。何か問題でもありましたか？緊張しながらドアを開けると、君春先生は睨むような目で俺を見た。白衣の下に高級そうなネクタイを締め、整った容姿とは裏腹に、その目は冷たかった。勝手にプログラムを組んだそうだね。はい。データ移行を効率化するために、病院のシステムに無許可で手を加えるのは、セキュリティ上の重大な違反だ。君は医療情報の重要性を理解していないようだね。君春先生の言葉はトゲのように刺さった。申し訳ありません。ただ、移行作業の効率化が、学歴も中途半端、資格もない。父が同情して雇っただけの君に何がわかる？その言葉に胸の奥が熱くなった。でも反論はしなかった。確かに俺は中退者で医療資格もない。けれど、システムが不正確なデータで動くことの方がよほど危険だと思いますが、思わず口から出た言葉に君春先生の顔がこわばった。何？現在のシステムには入力ミスが散見されます。人的ミスを減らすために自動化は有効です。君春先生は机を軽く叩いた。詳しいことは事務長に相談してからにしなさい。勝手な判断は慎むように。わかりました。頭を下げて部屋を出た。君春先生の冷たい視線が背中に突き刺さる感覚は消えなかった。この病院で自分の居場所を作るのは想像以上に難しそうだった。俺は病院のシステムの問題点を把握し始めていた。患者の待ち時間が長い。医師間の情報共有が不十分。紙カルテの保管場所が逼迫している。これらの課題を解決するには、システム全体を見直す必要があった。院長先生、少しお時間よろしいでしょうか。院長の診察の合間を縫って、俺は提案書を手に執務室を訪ねた。どうした健介くん。病院のシステム改善案をまとめました。特に、電子カルテの導入が急務だと考えています。俺は丁寧に資料を広げた。数週間かけて調査した内容と、独自に作成したデモシステムの画面キャプチャも含まれている。これは素晴らしい。詳しく聞かせてくれないか？院長の目が輝いた。俺は熱を込めて説明した。紙カルテから電子カルテへの移行により、情報検索が瞬時に行え、医師間の情報共有もスムーズになります。患者さんの待ち時間も大幅に短縮できます。導入コストは？初期投資は必要ですが、人件費や保管コストの削減を考えれば、長期的には大きな節約になります。私が独自に開発した簡易システムを元に拡張すれば、市販のシステムより低コストで。話している最中、ドアが開き、君春先生が入ってきた。何の話をしているんですか？君春先生は、俺の資料に目を落とし、表情を曇らせた。健介くんが電子カルテ導入を提案してくれているんだ。院長の言葉に、君春先生は眉を潜めた。そんな大掛かりな改革は混乱を招くだけです。医師たちは慣れたシステムで仕事をしています。変更すれば効率は落ちます。でも、君春先生、最初は確かに慣れる時間が必要ですが、長期的には、君は医師ではないだろう。現場の事情がわかるはずがない。君春先生の言葉は冷たく、それでいて的確な一撃だった。確かに俺は医師ではない。現場の細かな事情までは把握できていないかもしれない。聖一院長が間に入った。君春、変化を恐れていては進歩はない。健介くんの提案は検討する価値があると思うよ。検討するのは結構ですが、導入は時期尚早です。他の優先事項もあります。まずは院内の基幹システムの安定化が先決でしょう。すみくん、そちらをまず担当しなさい。君春先生は資料を手に取り、冷静に言った。それは明らかな却下だった。君春先生は、それ以上の議論を許さない雰囲気で、部屋を後にした。すまないね、健介くん。院長は申し訳なさそうに言ったが、
俺は深呼吸して気持ちを落ち着けた。大丈夫です。まずは、基幹システムの安定化に取り組みます。そこから少しずつ改善していきましょう。君春先生の反対は予想していた。けれど、諦めるつもりはなかった。小さな改善を積み重ね、いつか必ず電子カルテを実現させる。父の病室で誓った医療への貢献をこの形で果たすために。秋の日差しが病室の窓から差し込み、廊下の床を淡い光で照らしていた。俺が院内ネットワークの更新作業を終え、事務室へ戻ってきた時だった。緊急事態です。薬剤部からの問い合わせが殺到しています。システム管理担当者が額に汗を浮かべながら事務室に駆け込んできた。俺はすぐに担当者のそばに駆け寄った。何があったんですか？薬剤部の在庫管理システムがダウンしています。処方箋が発行できず、薬の在庫確認もできない状態です。担当者の表情は切羽詰まっていた。薬剤部のシステムダウンは病院全体の機能停止に直結する。すぐに確認します。俺は急いでパソコンに向かい、管理画面を開いた。確かにシステムは完全に停止していた。エラーログを見ると、昨夜のアップデート時に何らかの不具合が発生していたようだ。バックアップは昨日の夕方に取ったものがあります。それを使って応急復旧しましょう。俺たちは2時間かけて何とかシステムを復旧させた。薬剤部からは安堵の声が届いたが、すでに外来患者の待ち時間は大幅に伸びていた。すみくん、緊急対応ありがとう。先輩がねぎらいの言葉をかけてくれた。いえ、でも原因はまだ特定できていません。このまま放置すると、また同じ問題が起きる可能性があります。とりあえず報告書をまとめておいて、副院長に経緯を説明しないと。俺はうなずき、詳細な報告書を作成した。バグの原因と再発防止策も含めた包括的なものだ。そんなことがあった翌日、すみくん、ちょっといいかな。振り返ると、先輩が心配そうな表情で立っていた。どうしました？副院長室に呼ばれてるよ。先輩の声には明らかな不安が混じっていた。君春先生が俺を呼ぶときは大抵良くないことだ。わかりました。すぐ行きます。副院長室のドアをノックすると、中から冷たい声が返ってきた。入りなさい。君春先生は窓際に立ち、病院の敷地を見下ろしていた。振り向きもせず、いきなり本題に入った。昨日の薬剤部の在庫管理システムの不具合、君の責任だということが分かった。え？そのシステムは私が担当していません。むしろ昨日は。言い訳はいい。証拠がある。君春先生は机の上の書類を示した。確かにそこには、俺の ID でログインした記録があった。だが、その時間、俺は確実に別の部署にいた。これは誤解です。この時間、私は放射線科で。黙りなさい。そもそもこれは、君がいなければ起きなかった問題だ。君の提案した自動化システムが根本的な問題を引き起こしている。君春先生の表情には、すでに結論が出ていることが現れていた。正当な弁明をする余地はなさそうだった。病院の医療体制に重大な支障をきたした以上、措置が必要だ。措置とは？明日から、小児医療施設に行きなさい。あそこはちょうど人手が足りていないらしい。俺は言葉を失った。小児医療施設は病院の別館にある慢性的な赤字部門だ。要するに左遷だ。君春先生の口元にはかすかな笑みが浮かんでいた。1000人の事務スタッフが不在で、システム管理も滞っていると聞いている。君なら改善できるだろう。その言葉には皮肉が込められていた。わかりました。いつからでしょうか？明日からだ。詳細は小児医療施設の尾関先生に聞きなさい。俺は深く頭を下げ、部屋を出た。廊下では先輩が待っていた。どうだった？小児医療施設に移動になりました。先輩は息を飲んだ。あそこは大変よ。予算も人手も足りなくて。わかってます。でも、やるしかないですね。俺は努めて明るく答えたが、心の中では複雑な思いが渦巻いていた。翌朝、俺は小児医療施設の前に立っていた。本館から少し離れた場所にある3階建ての建物は、本館に比べると明らかに古く小さい。しかし、壁には子供たちが描いた明るい絵が飾られ、入り口の花壇には季節の花が咲いていた。あなたがすみくんね。ロビーで声をかけられ、振り向くと、
白衣を着た女性医師が立っていた。凛とした佇まいながら、目元には優しさが宿っている。はい、本日から配属になりました。角健介です。私は、尾関天野。この施設の責任者をしているわ。尾関先生は笑顔で手を差し出した。その手は、医師らしい確かな強さを感じさせた。まずは、施設内を案内するね。案内に従って歩きながら、俺は施設の状態を観察した。医療機器は古いモデルが多く、廊下の壁紙も剥がれかけている箇所がある。それでも、清潔感は保たれていた。ここが外来診察室。午前中は常に満員になるわ。3つしかない診察室は、子供たちが不安にならないよう。おもちゃや本が置かれていた。ここは処置室と簡単な検査ができる検査室。それらの部屋も限られたスペースを最大限活用している様子だった。2階が入院フロア。今は15名の子供たちが入院しているわ。階段を上がると子供たちの声が聞こえてきた。病室を覗くとパジャマ姿の子供たちが看護師と折り紙をしていた。最後に案内されたのは小さな事務室だった。古いデスクトップパソコンと山積みの書類。システム管理どころではない状態だ。唖然とした俺に気づいたのか、尾関先生はため息をついた。正直、ここは厳しい状況なの。少ないスタッフで回しているから、みんな多忙を極めている。昨年から予算がさらに削られて、スタッフも減らされた。本来なら20床の病棟だけど、今はその半分しか稼働できていないの。確かに、俺が案内をしてもらっている間も、看護師たちは常に動き回っていた。一人が複数の役割をこなしていたようだった。なぜそんなに予算が。採算が取れないからよ。小児医療は大人と比べて診療報酬が低く、手間がかかる。でも、子供たちを見捨てるわけにはいかない。尾関先生の目には、疲労と決意が混ざり合っていた。事務作業は、私も含めてみんなで分担していたから、すみくんが来てくれて本当に助かるわ。本館から古いパソコンが何台か届いているから、まずはそれを設置して、基本的なネットワークを構築してもらえる？わかりました。まずは現状把握から始めます。俺は覚悟を決めた。左遷されたとはいえ、ここには助けを必要としている人たちがいるのだ。小児医療施設での仕事も1週間が過ぎた。古いパソコンを再セットアップし、最低限のネットワークを構築した俺は、今日から患者データの整理に取り掛かっていた。すみくん、ちょっといいかしら。尾関先生が事務室に顔を出した。その表情はいつもより緊張している。どうしました？副院長が来るの。急な視察だって。その言葉に俺は眉を潜めた。君春先生がわざわざここに来るとは珍しい。わかりました。資料は用意しておきます。急いで机を片付け、最新の患者数や稼働状況のデータをまとめた。10分後、君春先生が現れた。お忙しいところ、ありがとうございます。尾関先生が迎え入れると、君春先生は軽く会釈した。定期的な視察です。最新の状況を教えてください。3人で会議室に入り、尾関先生が資料を広げた。患者数、診療実績、収支状況、数字は厳しいものばかりだった。前年比で患者数は増えていますが、医療材料費の高騰もあり、収支は改善していません。尾関先生の説明に、君春先生は表情を変えなかった。つまり、依然として赤字が続いているということですね。はい。しかし、地域の小児医療を担う施設として、社会的な意義は、私は今、経営的視点で話をしています。小児医療なんて、採算が取れないのは、周知の事実です。しかし、病院全体の経営を考えると、このまま赤字部門を抱え続けるわけにはいきません。君春先生は、尾関先生の言葉を遮っていった。会議室の空気が凍りついた。俺は黙って話を聞いていたが、尾関先生の手が小刻みに震えているのが見えた。具体的に、どういうことでしょうか。尾関先生の声は冷静を装っていたが、わずかに震えていた。はっきり言いましょう。この施設は3ヶ月以内に黒字化しなければ完全閉鎖とします。そんな、3ヶ月で黒字化なんて。尾関先生の顔から血の気が引いた。子供たちはどうすればいいんですか？この地域には他に小児専門の施設はありません。一般病棟の小児科で対応できるでしょう。
専門施設がなくても、基本的な医療は提供できます。3ヶ月の間に転院先の調整や、スタッフの再配置を検討してください。君春先生は立ち上がり、会議室を後にしようとした。その背中に向かって、俺は思わず声を上げていた。3ヶ月で黒字化すれば、施設は存続するんですね。君春先生は振り返り、俺を見下ろした。理論上はそうだ。だが、それは奇跡が起きない限り無理だろう。そう言い残し、君春先生は去っていった。残された俺と尾関先生の間に重い沈黙が落ちた。尾関先生は両手で顔を覆い、深いため息をついた。ごめんなさい。私の力不足で。その震える声に、俺は何と言えばいいのかわからなかった。3ヶ月で黒字化。それが不可能な要求だということは、俺にも分かっていた。休憩しませんか。俺が差し出したコーヒーに、尾関先生は小さくうなずいた。病院の裏手には小さな中庭があり、子供たちのリハビリにも使われていた。空はどんよりとした雲に覆われ、雨が降りそうな雰囲気だった。閉鎖されたら、子供たちはどうなるんでしょう。俺の問いに、尾関先生はコーヒーカップを両手で包み込むように持ちながら答えた。転院できる子もいれば、そうでない子もいる。ここでしか受けられない治療もあるの。しばらくの沈黙の後、尾関先生が静かに語り始めた。私が小児科医を目指したのは、自分の弟がきっかけなの。弟は生まれつき病弱で、小さい頃からよく入院していたわ。ある日、主治医からもう治療法がないと告げられたの。その言葉に、俺は顔を上げた。尾関先生の目に遠い記憶が蘇っているようだった。でも、ある小児科医が弟の担当になって、状況は変わった。治らない病気だけど、痛みを和らげる方法や、日常生活を送るための工夫を教えてくれて、弟は、消えるのが怖くなくなったって笑ったの。風が吹き、尾関先生の髪が揺れた。弟は18歳で亡くなったけど、最後まで自分らしく生きることができた。あの医師のように、私も子供たちのそばにいたいと思ったの。尾関先生は立ち上がり、中庭の端にある小さな花壇を指さした。あれ知ってる？子供たちが植えた花よ。入院中の子も退院した子もみんなで育てているの。自分がいなくなっても花は咲き続けるってある子が言ったわ。その言葉に俺の胸が熱くなった。ここは単なる医療施設じゃない。子供たちの希望の場所なの。たとえ治らない病気でも生きる意味を見つけられる場所。それを私は守りたいの。無理だってわかっているけど、3ヶ月で奇跡を起こすしかないわね。尾関先生の目に涙が浮かんでいた。しかし、その眼差しは強く、揺るぎなかった。俺はそんな彼女の姿を見つめながら、胸の内で何かが静かに、しかし、確かに燃え上がるのを感じていた。俺は腰を浮かせ、まっすぐに彼女を見た。尾関先生、IT で何とか支えられないか考えてみます。IT で？尾関先生の目が少し広がった。はい、データを分析すれば、効率化できる部分が見つかるかもしれません。無駄なコストを削減したり、業務フローを最適化したり、言いながら、俺の頭の中では、すでにいくつものアイデアが浮かんでいた。独学で身につけた IT 知識。それが今、役立つ時が来たのかもしれない。本当に、できると思う？尾関先生の声には、かすかな希望の色が混じっていた。それは、小さな火種だったが、俺はそれを消してはならないと思った。約束はできません。でも、やらないで諦めるよりは、可能性にかけてみたい。まずは、患者データと収支の詳細を分析させてください。それから、具体的な改善策を考えます。俺は立ち上がり、決意を固めた。その日から、俺の戦いが始まった。昼間は通常業務をこなしながら、夜は遅くまで残って、施設のデータ分析に没頭した。患者の来院パターン、診療内容、薬剤使用量、人員配置、すべてのデータを集め、表計算ソフトで徹底的に分析した。3日目の夜、ようやく全体像が見えてきた。医療在庫の在庫管理に無駄があること、予約システムの非効率さが待ち時間の長さを生み出していること、そして何より提供している医療の価値が正しく診療報酬に反映されていないこと。すみくん、また夜遅くまで。夜勤の看護師長が俺のデスクに温かいコーヒーを置いてくれた。ありがとうございます。もう少しで終わります。
無理しないでね。でもみんな期待してるわよ。看護師長の言葉に、俺は改めて責任の重さを感じた。この施設で働く人たち、そして何より、この場所を必要としている子供たちのために、何としてでもシステムの改良を行わなければならない。1週間後、俺はノートパソコンとプロジェクターを用意し、スタッフ全員を集めた。プロジェクターに映し出しているのは、小児医療施設再生計画と題されたスライドだった。これから僕が考えたシステム改革案を説明します。これを使えば3ヶ月で黒字化するのも不可能ではありません。俺の言葉にスタッフたちの目が輝きを取り戻した。特に尾関先生の表情が変わった。諦めの色が消え、代わりに希望の光が宿っていた。そのためには皆さんの協力が必要です。IT の力だけでは何もできません。医療の質を落とさず、むしろ向上させながら効率化するためには、現場を知る皆さんの知恵が必要なんです。尾関先生が立ち上がり、静かに言った。何から始めればいいの？まずは、このシステムの導入からです。俺はスライドを切り替え、自作の電子管理システムの概要を映し出した。これは、統合型医療管理システム、メディカルリンクと名付けました。基本的な電子カルテの機能に加え、この施設特有の問題を解決する3つの柱があります。1つ目は、スマート在庫管理です。医療材料、薬剤の使用量を自動追跡し、必要量を予測します。これまでは過剰発注や期限切れで無駄になっていた材料費を約 30% 削減できます。具体的な数字を示すと、看護師たちからどよめきが上がった。2つ目は、ダイナミックスケジューリング。患者さんの待ち時間を最小化しながら、医師や看護師の業務効率を最大化するシステムです。来院パターンを分析したところ、特定の時間帯に患者さんが集中していることが分かりました。この偏りを解消するために、オンライン予約システムと連動させ、混雑状況をリアルタイムで患者さんに伝えます。尾関先生が興味深そうに身を乗り出した。3つ目は、診療価値最適化。これが最も重要です。実は、私たちが提供している多くの医療サービスが、正確に診療報酬に反映されていません。例えば、複雑な処置の組み合わせやカウンセリングの時間など、このシステムは提供した医療行為を漏れなく記録し、適切な報酬請求につなげます。プレゼンテーションを終え、俺は深呼吸した。システム構築には2週間ほどかかります。その間に皆さんにも使い方を覚えていただきたいと思います。やりましょう、すみくん。尾関先生が立ち上がり、力強く拍手した。他のスタッフも続いた。システムを導入してから1ヶ月後、小児医療施設は驚くべき変化を遂げていた。先月の在庫破棄ロスがゼロになりました。薬剤担当の看護師がそう報告してくれた。スマート在庫管理システムのおかげで、必要な材料だけを適切なタイミングで発注できるようになり、無駄な支出が激減していた。待ち時間の苦情も減りました。むしろスムーズになったという声が増えています。受付担当の事務員も笑顔で言った。ダイナミックスケジューリングにより患者の流れが最適化され、医師や看護師の負担も減っていた。すみくん、信じられないわ。尾関先生は収支報告書を見つめながらつぶやいた。導入前、月に1000万円の赤字を出していた施設が、わずか1ヶ月で赤字を解消した。診療価値最適化システムにより、これまで請求漏れしていた医療行為が適切に報酬化されるようになった。加えて、効率化により、1日に見られる患者数も増加していた。地域の開業医からの紹介も増えています。ある看護師が報告した。施設の評判が良くなり、新規患者が増加し始めていたのだ。おかげで2ヶ月目には、収支が500万円のプラスに転じていた。2ヶ月目が終わりに近づいたある夜、俺は小児医療施設の屋上にいた。日中の喧騒から離れ、静かに星空を見上げる時間が最近の息抜きになっていた。システム導入に伴う修正作業やスタッフへの指導でほとんど休む暇もなかった。ここにいたのね。背後から尾関先生の声がした。振り返ると白衣を脱ぎ、カジュアルな服装になった彼女が立っていた。昼間の凛とした雰囲気とは違い、少し疲れた表情が見えた。お疲れ様です。あなたこそ、毎日遅くまで残って大丈夫？はい、もう少しで完成しますから。尾関先生は、俺の隣に並んで立ち、夜空を見上げた。病院の屋上からは、街の明かりを越えて、
かすかに星が見えていた。天体観測が趣味だったの。尾関先生がふと言った。昔、弟と一緒に星を見るのが好きでね。弟が入院中も、病室の窓から見える星を探して遊んだわ。その言葉に、俺は父のことを思い出した。父も星が好きでした。医学書を読むのに疲れると、一緒に夜空を見上げたものです。お父さんは医師だったの？いいえ、普通のサラリーマンでした。でも、俺が医学部に行くのを応援してくれて、言葉が詰まった。尾関先生は俺の表情を見つめ、静かに尋ねた。どうして医師にならなかったの？あなたの知識は学生レベルを超えているわ。俺は深呼吸して、これまで誰にも話さなかった本当の理由を話し始めた。父の病気、大学退学の決断、そして医師への夢を諦めた日々のこと。話し終えると、不思議と胸の重荷が少し軽くなったような気がした。尾関先生は黙って聞き終え、そっと俺の手に触れた。ごめんなさい。辛い記憶を思い出させて。いいえ、むしろ話せてよかったです。彼女の温かい手が冷えた俺の手を包み込んでいた。でも、あなたは医師ではなくても、確かに人を救っているわ。この施設を、子供たちを、そして私たちスタッフを。その言葉に、俺の中で何かが溶けていくような感覚があった。あなたのお父さんは、あなたのこと、きっと誇りに思っているわ。私は、すみくんのことを尊敬しているから。尾関先生の目には、星空が映り込んでいた。尾関先生。天野でいいわ。もう同志でしょ。彼女の柔らかな微笑みに、俺はうなずいた。天野さん、ありがとうございます。俺たちは再び、星空を見上げた。かすかな風が、俺たちの間を通り抜け、心の距離も少しずつ縮まっていくのを感じた。あと1ヶ月で全てが決まる。3ヶ月目に向けて、新たな決意が胸に宿った。3ヶ月目の終わり、会議室で、小児医療施設全スタッフによる成果報告会が開かれた。最終結果です。俺はスライドを映し出した。そこには驚異的な数字が表示されていた。月間売上1億2000万円。これまでの最高記録の倍以上だった。これで、施設は存続できるのね。はい。君春先生の言った条件はクリアしました。皆さんの協力があってこそです。特に、尾関先生の医療の質へのこだわりが、この数字に結びついています。すみくん、本当にありがとう。歓声と拍手が湧き起こる中、天野さんの目には涙が光っていた。成果報告会の後、空になった会議室に残ったのは、俺と天野さんだけになった。彼女は窓際に立ち、夕日に照らされた病院の本館を見つめていた。天野さんが静かに切り出した。健介くん、考えていたの。このシステム、病院全体で導入できれば、もっと多くの患者さんを救えるわよね。その言葉に、俺は複雑な思いを抱いた。確かに、メディカルリンクは、小児医療施設だけでなく、病院全体に適用可能なシステムだ。むしろ、規模が大きくなるほど、効率化の効果は高まる。在庫管理だけでも、病院全体で何千万という無駄が省けるはず。それに、患者さんの待ち時間短縮、医師や看護師の負担軽減だって。天野さんの目は輝いていた。しかし、俺の表情が暗いことに気づいたようだ。どうしたの？君春先生が、許可するとは思えません。俺は正直に答えた。副院長は、最初から俺の提案する電子化に反対し続けていた。小児医療施設での成功を知れば、なおさら警戒するだろう。それに、もし病院全体に導入が決まれば、言葉を濁したが、天野さんは鋭く俺の表情を読み取った。君春先生から何か妨害があるかもしれないって心配しているの？俺は小さくうなずいた。天野さんは一瞬黙り、それから決意に満ちた表情で俺の目をまっすぐ見つめた。私はあなたの味方よ。健介くん、何があってもあなたを信じているし、あなたの作ったシステムが医療を変えると確信してる。その言葉に俺の中で何かが決まった。俺は声を潜めた。実は、小児医療施設と本館のシステム連携を確認するために過去の共有データを調査していたとき、偶然、父の手術記録が残っていました。そこに何か？はい。父の手術で改ざんされた形跡があります。天野さんの目が大きく開いた。静寂が
俺たちを包んだ。天野さんは震える手で俺の腕を掴んだ。それは、確実なの？証拠は揃っています。でも、これを明らかにすれば、病院全体が大きな打撃を受けるかもしれない。天野さんは深く息を吸い、静かに言った。でも、真実は明らかにしなければならないわ。患者のために。はい。すべてを話します。俺はうなずいた。翌日の午後、聖一院長が小児医療施設を視察するという連絡が入った。理事会で小児医療施設の成果が話題になったらしく、本館の経営陣が動き始めたようだ。特に院長が強い関心を示しているようだった。小児医療施設の成功が病院全体に認められることは、将来的な存続にとって大きな意味を持つ。俺たちスタッフ全員、緊張感を持って準備に取り掛かった。すみくん、プレゼン資料はできた？はい、大丈夫です。俺はタブレットで最終確認をしていた。導入したシステムの概要と成果を院長にも理解しやすいようにまとめている。午後2時、院長が施設に到着した。君春先生も同行していたが、その表情は明らかに不機嫌だった。ようこそいらっしゃいました。天野さんが出迎えると、聖一院長は満面の笑みで答えた。やはり噂は本当だったようだね。小児施設が黒字だなんて、私の医師人生で初めて聞く話だよ。院長の目は興奮で輝いていた。一方、君春先生は壁際に立ち、腕を組んだまま無言だった。天野さんの案内で施設内を回る間、院長は次々と質問を投げかけた。患者数の増加、待ち時間の短縮、スタッフの業務効率化。すべての説明に院長は感心したようにうなずいていた。これは素晴らしい。どうやってこれほどの変化を生み出したのかね。その問いに、天野さんは俺を指し示した。すみくんが開発したシステムのおかげです。彼がいなければ、この成果はなかったでしょう。院長の視線が俺に向けられた。初めて会った時とは違う、尊敬の色が浮かんでいた。詳しく聞かせてくれないか。会議室に移動し、俺はシステムの詳細とその効果を説明した。プロジェクターに映し出されたグラフは、劇的な収益改善を示していた。このシステムは単なる効率化ではなく、医療の質を高めながらコスト削減を実現しています。説明を終えると、院長は静かに立ち上がり、俺の肩に手を置いた。さすが心臓の息子だな。父親譲りの鋭い観察眼と問題解決能力を持っている。その言葉に俺の胸が熱くなった。父の名を出してもらえることは何よりの励みだった。しかし、ここで止まるわけにはいかない。小児医療施設の成功は、もっと大きな変革への第一歩に過ぎないのだ。俺は決意を固めて口を開いた。ありがとうございます。しかし院長先生、この成功は小児医療施設だけで終わらせるべきではないと思います。病院全体を電子カルテ化すれば、さらに医療の質を上げられます。院長の目が輝いた。一方で、君春先生の表情が一瞬でこわばるのが見えた。具体的にどんなメリットがある？院長の質問に、俺は準備していた資料を開いた。まず、医療過誤のリスクが大幅に減少します。電子カルテなら薬剤の相互作用や患者の近畿情報がリアルタイムでチェックできます。次に、診療情報の共有が迅速になり、部門間の連携が強化されます。そして何より、患者さんの待ち時間の短縮と医師、看護師の業務負担の軽減が実現します。天野さんも説明を補足した。小児施設だけでこれだけの効果が出ているんです。病院全体ならさらに大きな相乗効果が期待できます。院長は深くうなずき、興奮を抑えられない様子だった。これは検討に値する提案だ。理事会で早速議題に。待ってください。そんなことをしても混乱を招くだけです。やめましょう。君春先生が突然テーブルを叩いた。その音で会議室全体が静まり返った。君春先生、冷静に議論しませんか？俺が静かに言うと、君春先生はさらに感情的になった。黙れ！お前に何がわかる？電子カルテ化など簡単に言うが、導入コストはどうする？データ移行のリスクは？スタッフの教育は？それに、古いデータの信頼性などを保証できるはずがない。過去の記録には、誤りや不完全な情報も含まれている。それをそのまま電子化するなど。君春。院長が静かに君春先生の名を呼んだ。健介くんの提案は理にかなっている。小児施設での成功はその証明だ。院長は素人の言うことを信じるのですか？
医療機関の運営はそんな単純なものではありません。君春先生の態度に会議室の空気が凍りついた。院長は困惑した表情で息子を見つめていた。俺は深呼吸し、君春先生の目をまっすぐ見つめた。今こそ真実を伝える時だ。君春先生が電子化を恐れる本当の理由は、過去の記録が明るみに出ることを恐れているからではないでしょうか。その言葉に君春先生の顔から血の気が引いた。何を言っている？データの分析過程でいくつかの重要な発見がありました。俺はタブレットを操作し、画面に病院の旧システムから抽出したログデータを映し出した。君春先生の顔が蒼白になった。これは私の父、隅心臓の急性大動脈解離の手術記録です。システム連携を確認するため、過去のデータを検証していたとき、偶然この記録を見つけました。通常の記録なら気にも留めなかったでしょうが、俺はスライドを切り替えた。そこには2つの文書が並べて表示されていた。左側が手術直後に作成された記録。右側が48時間後に修正された記録です。修正履歴を見ると、アクセスしたのは NYK というログイン ID、君春先生のイニシャルです。会議室に静寂が広がった。俺は重要な部分をハイライト表示した。修正箇所を比較してみました。手術中、新人外科医が大動脈壁の縫合部位を誤認し、術後の合併症リスクを高めた。この記述が削除されています。新人外科医の名前は記録されていませんが、当時の勤務表と照合すると、やめろ！君春先生が叫んだ。しかし、俺は続けた。さらに、術後の経過記録にも改ざんの痕跡があります。元のデータには、縫合不全の疑いあり、緊急処置の必要性を検討と書かれていましたが、これも削除されています。俺はもう一つの証拠を提示した。これは、父のカルテと同時期に同様の手術を受けた他の患者のカルテの比較分析です。術後のモニタリング頻度と投薬内容に明らかな違いがあります。父の場合、標準的なプロトコルよりも観察間隔が長く、投薬量も少ない。精密なデータ分析グラフが画面に映し出された。そこには一目でわかる異常値が示されていた。そして最後にバックアップサーバーから発見した音声記録です。医師間の申し送りの一部が残っていました。録音を再生すると、君春先生の声が聞こえた。心臓さんの件は私のミスだ。父には言えない。録音はそこで途切れていた。短いものだったが、決定的な証拠だった。院長は呆然としていた。君春、これは本当なのか？君春先生は崩れるように椅子に座り込んだ。これらの証拠を総合すると、父が亡くなったのは単なる不運ではなく、手術中の医療ミスとその後の不適切な処置が直接の原因だった可能性が高いです。そして、その記録が意図的に改ざんされていた。俺の結論に院長の顔から血の気が引いた。彼は息子を見つめ、震える声で言った。なんと、君春、なぜだ、なぜこんなことを。誠一院長の声は信じられないほど静かだった。かつて見たことのないほど落胆と困惑に満ちた表情で息子を見つめている。君春先生は頭を抱え、顔を上げることもできないでいた。しょうがなかったんだ。あの日のことは今でも鮮明に覚えている。初めての大動脈解離の手術。怖かった。手が震えて、縫合部位を誤認した。気づいた時には遅かった。でも、その場では誰にも言えなかった。心臓さんは父上の大切な友人。そんな人を俺が。言葉が途切れ、君春先生は顔を覆った。術後、合併症が出始めた時、パニックになった。もし医療ミスが発覚したら、病院の信用が失墜する。父上の名誉も傷つく。何より自分のキャリアが。そう考えて記録を改ざんした。そうすれば誰も真実を知らない。それが一番いいと思った。その言葉に、院長は深いため息をついた。だから電子カルテ化に反対し続けたのか。紙のカルテにすれば、今残っている旧式の電子データのように改ざんの証拠は残らない。でも全てが最新の形で電子化されれば、全てのログが改めて精査され、記録される。そうなれば。俺のミスが明るみに出る。院長や病院を守るためだったんです。医療ミスを認めることは、この病院の終わりを意味する。
父上の人生をも壊す。それが俺は怖かった。だから、電子化を阻止し続けた。システム改革、データの透明化、それらは全て俺にとって脅威だったんだ。俺は静かに君春先生を見つめた。父が亡くなった原因を知った今、怒りがこみ上げてくるかと思ったが、意外にも心は冷静だった。病院を守るためではなく、自分自身を守るためだったのではないですか。俺の言葉に、君春先生は顔を上げられないようだった。周囲の空気が凍りついたまま、時間だけが過ぎていく。君春先生は肩を落とし、すべてを諦めたような姿勢で座っていた。そんな沈黙を破ったのは、院長の静かな声だった。君春、どんなに恐れていたとしても、真実から逃げ続けることはできないのだよ。院長は、ゆっくりと席を立ち、君春先生のそばへと歩み寄った。私はね、医師になって50年、常に真実を直視する勇気が最も重要だと教えてきた。患者の前では決して目を背けず、どんな厳しい現実でも受け入れる。それが医師の責任だと。院長は、君春さんの肩に手を置いた。その手はしわくちゃで、年輪のように刻まれた時間の重みを感じさせた。心臓は私の大切な友人だった。彼の命を救えなかったことは、今でも私の心の傷だ。しかし、そこにお前のミスがあったとしても、私は息子としてお前を愛しているし、医師として成長する機会を奪いたくはなかった。君春先生の肩が震え始めた。だが、真実を隠し続けたことは大きな過ちだった。心臓の命を無駄にし、健介君から真実を奪った。そして何より、お前自身の魂を蝕んでしまった。医師は万能ではない。ミスをすることもある。だからこそ、それを認め、学び、次の命を救うために成長しなければならない。それが医療というものだ。院長の声は優しかったが、その言葉には重みがあった。君春先生の目から一筋の涙が流れ落ちた。もう、遅すぎるよ、父上。遅すぎることはない。どんな過ちも正直に向き合えば、必ず償いの道は開ける。健介君の前で、そして患者たちの前で、真実を語る勇気を持ちなさい。その言葉に、君春先生は突然、子供のように泣き崩れた。ごめんなさい。ごめんなさい。君春先生は、父の胸に顔をうずめ、おえつを漏らした。誠一院長は、ただ静かに息子を抱きしめた。天野さんの手が、静かに俺の手を握りしめた。彼女の目にも涙が光っていた。君春先生の泣き声は、徐々に収まっていった。しばらくして、院長は、息子の背中をそっと撫で、ゆっくりと立ち上がった。少し休みなさい。そう静かに言い、君春先生を天野さんに託した。天野さんは迷いなくうなずき、君春先生を隣の休憩室へと促した。部屋には、俺と院長だけが残された。健介くん、心臓を救えなかった上に、こんな事態に気づかず、すまなかった。院長の声は震えていた。年齢を重ねた彼の顔には、深い疲労と悲しみが刻まれていた。私は医師として、そして友人として二重に失敗したよ。心臓の命を救えなかった。そして、その真相を知ることもできなかった。健介くん、許してほしいとは言わない。ただ、本当に申し訳なかった。院長はゆっくりと俺の前に歩み寄り、突然深々と頭を下げた。俺は慌てた。目の前で頭を下げる白髪の院長の姿に、どう反応していいかわからなかった。院長先生、どうか頭を上げてください。父は最後まで院長先生に感謝していました。この病院で良かったと何度も言っていました。俺は静かに言った。院長はゆっくりと顔を上げた。その目には涙が光っていた。本当かね？はい。父は医師の技術も人間性も見抜く目を持っていました。院長先生を信頼していたからこそ、俺にも医師の道を進めてくれたんです。俺の言葉に院長の表情がわずかに和らいだ。俺はゆっくりと言葉を紡いだ。それに院長先生、俺もこの病院で働けて本当に良かったと思っています。あの日、院長先生に誘われていなかったら、俺はきっとダメになっていました。方向を見失って、自分の生きる意味を見つけられないまま、胸の奥から熱いものがこみ上げてきた。頬を伝う涙を拭うこともせず、俺は正直な気持ちを打ち明け続ける。この病院で働き始めて、俺は見つけたんです。目指していた医療の道を違う形で歩めること。
医師ではなくても患者さんの役に立てること。小児施設での日々、天野さんや子供たちとの出会い、すべてが俺を変えてくれました。そんな場をくれたのは院長先生です。俺、恨んでなんかいません。むしろ感謝しています。父もきっと同じ気持ちだと思います。そう言い切ると、不思議と胸の重荷が軽くなるのを感じた。長い間心の奥に押し込めていた思いが、ようやく解放されたかのように。院長の目に静かな涙が光った。彼は俺の前に歩み寄り、そっと両手を俺の肩に置いた。健介くん、君は心臓以上の男になった。心臓は友人として、医師としての私を信頼してくれた。そして今、その息子がこんな形で私を許してくれる。その言葉に、俺の瞳からまた涙が溢れた。院長の声も震えていた。これからは君と一緒に新しい病院を作っていきたい。患者のための真実を恐れない本当の意味での医療の場を。俺は黙ってうなずいた。部屋の窓からは最後の夕日が沈みゆく光景が見えた。一日の終わりと新たな始まりを告げるかのように。それから2週間が過ぎた。病院内は一時的な混乱を経て、ようやく平常を取り戻しつつあった。理事会の緊急会議が続き、特別調査委員会が設置され、君春先生の医療ミス隠蔽に関する検証が進められた。その結果として、今日、病院の全職員に向けたメールが配信された。君春先生の辞任を告げる内容だった。健介くん、メール読んだ？天野さんが事務室に顔を出した。ええ、今確認したところです。俺は複雑な思いでパソコンの画面を見つめた。公式な辞任理由は一身上の都合とされていたが、病院内では事の顛末を知る者も多かった。彼、退職前にあなたに会いたいって言ってるわ。天野さんの言葉に俺は顔を上げた。君春先生が俺に？お昼休みに中庭にいるって。中庭に向かうと、ベンチに座る君春先生の姿が見えた。白衣ではなく、ダークグレーのスーツ姿だった。背筋は伸びていたが、以前のような威圧感はなく、どこか穏やかな印象だった。君春先生。俺が声をかけると、彼はゆっくりと立ち上がった。来てくれたんだね、すみくん。時間を作ってくれてありがとう。その声は、かつての冷淡さがなく、柔らかかった。君春先生は丁寧に頭を下げた。俺は今日で病院を去る。医師としての資格停止処分も受け入れた。この2週間、多くのことを考えた。ずっと逃げ続けていた真実と、ようやく向き合うことができた気がする。顔を上げた君春先生の目には、かつて見たことのない生命さが宿っていた。鳥のさえずりだけが聞こえる静かな中庭で、君春先生は続けた。すみくん、君のお父様。心臓さんのことに私が関わっていたこと、そしてその事実を隠蔽したことを心から謝罪します。君から真実を奪い、苦しみを与えてしまった。許されることではありませんが、どうか謝罪の言葉だけでも受け取ってください。君春先生は深々と頭を下げた。俺は黙って君春先生を見つめた。不思議と心に怒りはなかった。ただ、すべての真実を知った安堵感と、これで父も安らかに眠れるという思いだけがあった。これからどうされるんですか？地方の小さな診療所で事務の仕事をしようと思うんだ。そこで俺を受け入れてくれるって言ってくれて、もう一度医師の原点に立ち返るために色々と学び直そうと思う。君春先生の声には決意が感じられた。自分のミスを認め、それを乗り越える勇気を教えてくれたのは君だ。すみくん、ありがとう。いいえ、俺も多くのことを学びました。父は失敗から学ばなければ人間は成長できないとよく言っていました。君春先生もこれからきっと本当の医師になれると思います。俺は静かに答えた。その言葉に君春先生の目に涙が浮かんだ。ありがとう。彼はポケットから一通の封筒を取り出した。これは心臓さんへの俺からの手紙だ。もしよければ墓前に備えてほしい。俺は封筒を受け取り軽くうなずいた。中庭の桜の木に小さな新芽が芽吹いていた。桜総合病院の行動はこれまでにない活気に満ちていた。理事会の決定を発表する臨時集会に病院全体のスタッフが集まっていたのだ。特に小児医療施設のスタッフたちは前列に整然と並び、緊張した面持ちで、誠一院長の言葉に耳を傾けていた。院長はマイクを手に
静かに語り始めた。本日は重要な発表があります。ご存知の通り、当院は様々な変革の時期を迎えています。特に、小児医療施設については、かつて存続の危機にありましたが、わずか3ヶ月で黒字化を実現し、さらに翌月には、病院全体の収益に大きく貢献するまでになりました。この前例のない成功は、角健介くんのシステム革新と、尾関天野先生をはじめとするスタッフの献身的な努力によるものです。院長はスクリーンに映し出された収支グラフを指し示した。右肩上がりのカーブは、小児施設の劇的な経営改善を示していた。理事会は満場一致で、小児医療施設の存続、拡充を決定しました。院長の宣言に、拍手が会場に響き渡った。小児施設のスタッフたちから安堵のため息と喜びの声が漏れた。何人かの看護師はこらえきれずに涙を流していた。俺は後列から天野さんの後ろ姿を見つめていた。彼女の背筋はいつもより緊張して伸びていたが、それでも凛とした佇まいは変わらない。さらにこの成功を指揮した尾関天野先生を新設される小児医療センターの副センター長に任命します。将来的には独立したセンターとして地域小児医療の中核を担っていただきます。天野さんが壇上に呼ばれた。彼女はゆっくりと前に進み出て深く頭を下げた。会場からは大きな拍手が送られた。私たちの施設は単なる診療科ではなく、子供たちの未来を守る場所です。この決定は子供たちとその家族にとって大きな希望となります。彼女は一息ついて会場を見渡した。そして俺がいる方向に視線を向けた。この成功は一人の力ではありません。特に IT の力で医療を変革してくれた角健介さんの貢献なくしては実現し得なかったものです。皆さん、角さんの努力に敬意と拍手を送ってください。その言葉に多くの視線と拍手が俺に向けられた。少し恥ずかしさを感じたが、天野さんの誇らしげな表情を見て俺も小さくうなずいた。臨時集会の後、俺は院長に呼ばれた。院長のオフィスの窓からは太陽の光が差し込み、年季の入った書棚や医学書の並ぶ空間に温かな雰囲気を作り出していた。俺は緊張で背筋を伸ばしたまま、院長の言葉に耳を傾けていた。健介くん、正式に決まったよ。病院全体の IT 化と電子カルテ導入、君に全権を委ねることになった。その言葉に、胸の奥で何かが熱く膨らむのを感じた。本当ですか？ああ、理事会も満場一致で承認した。小児医療施設での成功は、みんなの目を見開かせてくれたよ。院長はデスクから一冊の分厚いファイルを取り出した。これが現在の紙カルテと各部署の業務フローの全記録だ。君のメディカルリンクを全員に展開するための基礎資料になる。ファイルを手に取ると、その重みが俺の肩にかかる責任の大きさを物語っていた。導入期間はどれくらい見ていただけますか？半年だ。十分だろ？はい、大丈夫です。自信を持って答えたものの、内心は不安も大きかった。小児医療施設とは比べ物にならない規模だ。しかし、天野さんと共に乗り越えてきた困難を思い出せば、これも必ずやり遂げられるはずだ。予算と人員も確保した。君の右腕になれる優秀なスタッフも5名、各部署から選抜してある。院長の言葉にようやく実感が湧いてきた。もはや一人で闇雲に挑む戦いではない。チームを率いてのプロジェクトになるのだ。ありがとうございます。いや、こちらこそ感謝したい。君のおかげでこの病院は新しい時代に踏み出せる。院長が立ち上がり、窓の外に広がる病院の敷地を見渡した。健介くん、正直に言おう。私はこの年になって初めて本当の意味での変革を体験している。君が教えてくれたのは単にシステムを変えるだけでなく、医療に対する考え方そのものを見直す大切さだ。その言葉に俺は言葉を失った。目指していた医師への道は閉ざされたが、今の自分にしかできない形で医療に貢献できている。そう思うと胸が熱くなった。さあ、これからが本番だ。期待しているよ、健介くん。俺は深く頭を下げた。窓から差し込む光が新たな始まりを告げているようだった。穏やかな春の休日、桜総合病院の裏手にある小高い丘に、俺と天野さんは腰を下ろしていた。病院の敷地が一望できるこの場所は、忙しい日々の合間の特別な休憩所だった。健介くん、見て。あの窓が小児医療センターよ。
天野さんの指さす先には、新設された小児医療センターの大きな窓が春の陽光を反射して輝いていた。その隣には、現在工事中の新システム管理棟も見える。電子カルテの導入から半年、想像以上にうまくいってるね。俺の言葉に天野さんは柔らかく微笑んだ。その笑顔は初めて出会った日よりもずっと明るく、自信に満ちていた。あなたのおかげよ。子供たちのための時間が増えて、みんな本当に喜んでる。草原に風が吹き、天野さんの髪が揺れた。思わず手を伸ばし、彼女の方に触れる。そのぬくもりが今の幸せを実感させてくれた。どうしたの？戸惑うような彼女の表情に俺は笑った。いや、ただ、こうしていられることが不思議でさ、父が亡くなって、医師になる夢を諦めたとき、自分の人生に意味なんてないと思ってた。それが今は、言葉を探していると、天野さんの手が俺の手を優しく包み込んだ。今のあなたは、医師以上に多くの命を救ってるわ。システムの改善でミスが激減して、処置の時間も短縮された。これは何百人もの患者さんの命に関わることよ。その言葉が心の奥深くに染み渡った。天野さん。それに、もしあなたが医師になっていたら、こうして出会うことはなかったかもしれない。彼女の方が少し赤くなる。風が俺たちの間を通り抜け、桜の花びらが舞い落ちた。天野さんの目には穏やかな光が映り込んでいた。陽光に照らされた病院を見下ろしながら、俺たちは肩を寄せ合った。俺の医師になる夢は挫折したけれど、その経験が今の自分を作っている。医学の知識と IT の技術が交わり、思いもよらない形で医療に貢献できた。最初は左遷だと思った小児医療施設で天野さんや子供たちと出会い、本当に大切なものを見つけた。何かを失っても諦めずに歩み続ければ、必ず自分の力が生きる場所がある。過去の挫折さえも今を作る大切な一部になる。医師にはなれなかったけれど、俺は医療を変える仕事を見つけた。そして、それを共に歩む人も見つけることができた。